ロジカル FX 通信の補足解説動画をしていきたいと思います。タイトルはこちらになります。では早速昨日のトレードポイントを見ていきましょう。はい、昨日のトレードポイントはこちらになります。で昨日は正直やりづらかったですね。で、やりづらかった理由っていうのは、ブレイク、ここからブレイクし始めて、ここまで行ったんですけど、ちょうどこのブレイク時間が、ロンドン市場が始まるぐらいだったんですね。で、昨日は夜に、結構大きな指標があって、ちょっとブレイクするのがちょっと早すぎる気がしたんですね。ポンド円とかだったら、全然いいんですけど、ゴールドなので、大体今ゴールドってアメリカの指標に左右されているので、やっぱりアメリカのその大きな指標が出てからじゃないとなかなか入りづらかったんですけど、昨日はもう見込みで市場がその結果見込みでどんどん上がってきてしまって、でしょうがないので本来ならばここですね、このポイント。ここなんかうっすらとグレーのラインがありますよね。これってここなんですよ。週足の始め値のところなんですね。実体のところなんですね。で、そこを、ここぐらいから本来はこうやって入りたかったんですけど、ちょっと早すぎるな、指標もないのにちょっと早すぎるなっていうその心理的なものがあってしょうがないので、ここから入りました。はい、で、なぜここを取ったのかっていうと、まず環境分析ですね。で、環境分析するときは、私がよく使う領域分析です。領域分析です。で、領域分析っていうのは、レンジの時に非常に有効になります。で、どこがレンジなのかっていうと、月足と週足は、トレンドなんですけど、ここの日足の部分がレンジなんですね。で、このレンジの部分を、見極めるのに、領域分析すると波が、見やすくなってくると。はい。で、領域分析っていうのは、重要抵抗を結んだ、この水平線を四角く囲んだだけなので、しっかりと引けるようになると、こうやって綺麗に、引けるようになります。で、昨日のトレードポイント、ここのトレードポイントっていうのは、じゃあどこに当たってるのかというと、日足の上段、中段、下段のこの中段ですね。この中段のここの中ですね。で、この中段も4時間足で見ると、上段、下段と分かれてるんですね。この日足の上段も、ここ真ん中に線があって、4時間足のこの真ん中に線があって、上段、下段ってあって、で、ここの下段も、日足の下段も、この真ん中に4時間足の、上段下段って分かれてます。書いてないですけど。で、昨日の部分は、日足の、この赤い日足の中段の中の4時間足の、上段の部分です。この部分です。この部分。で、エクジット部分っていうのはここですよね。ここ。で、この部分は週足で言うと、この前の週の、陰線が始まった、この実体の陰線が始まった、この部分ですね。この部分に当たります。で、週足のこの実体の部分っていうのは、見てもらうとわかると思うんですけど、非常に重い抵抗があるので、今そこを攻めてるって感じですね。で、ここから中段ですね。中段の下ぐらいから一気に上がってきてしまって、で、ここのグレーのラインが今週の週足の実体になるようなんですね。はい、で、本来はここぐらいからこうやってレジサポをして、ここぐらいが入りたかったんですけど、さっきも説明したように、指標が、夜に控えてるということで、もしかしたら騙しになってしまうっていうのも、あって、ちょっともうちょっと勢いを見てから、一段上に上がってから、ここから取りました。で、それっていうのは、この4時間足の、上段部分に当たります。はい、でこんな感じで、レンジって、波、結構カオス、ランダム相場に見えるんですけど、ちゃんと抵抗で区切ってあげると、綺麗に上がってきてるんですね。
動いてるんですね。そこを、うまくつかみながらエンドです。これが私の RCS 理論の、真髄でもあるんですけど、綺麗に取っていくということですね。線を水平線を引きながら、領域ごとに線を引きながら取っていくということになります。いきなりこの3段の領域を見つけるっていうのも結構習熟度が多分必要になってくると思うので、これじゃわからないっていう場合は、いきなりこれじゃわからないっていう場合は、ここを2段にするっていうのも一つの手ですね。で、こういう風に見ても全然いいですからね。実際に3段のところをちょうど真ん中に区切れば、いつものあれですよね。1シグマ割れたところから下段に入って上段。で、昨日のここの部分っていうのは、いわゆる、これ中心線をちょうど抜けるような部分ですね。のところになります。はい。ざっくりとこういうふうに分けてもいいです。はい。どちらでもいいです。要するに、そのトレーダー自体が、今波がここからここまで進んでるっていうのさえ分かればいいだけの話なんで、そこを私みたいに細かく3段に分けても良いし、それじゃできないよっていう方は、こうやって2段でも全然いいです。一番ダメなのは、そもそもわけのわからないところになんか線を引いちゃう。でそもそも線の意味を考えてないんですね。線っていうのは、しっかりした、リズムに沿って入ってるので、そこを見極めながらエントリーしてください。トレードシナリオを考えてくださいね。はい。今回説明したかったことは以上になります。